この本の解説をしていきます。特徴としてはインドネシアのスラウェシ島に行った記録の本であるというところですね。例えばこんな風にスラウェシで見た植物を旅をするようになるべく時間軸順に収録しています。でその視点はパルダリウムを前提とした視点になっています。パルダリウムを前提ということは植物育成目線でもありますので、パルダリウムは作らないんだけどという方にも植物育成の面で参考になる本になっていると思います。もちろんパルダリウムを前提としているので、もうこれだけでパルダリウムだねといったようなことを書いたりももちろんしています。あと育成面で言えば後半に測定データを読み解くための基礎知識というところがあるんですけど、これ何かというと今回ですね、このスペクトロメーター C800 という機材で現地の光がどうなってるかっていう測定をしてるんですね。こういうやつですね。でこのスペクトルとここはどれぐらいの明るさなのかっていうのがルックスで書いてあるんですよ。あと色温度とか。なので植物育成にも活用できる本になっていると思います。あと湿度と温度を測ったり、水質を測ったりということもやっています。なので簡単に言うと旅の記録でもあるんですけどデータブックでもあると。あとはパルダリウム目線で現地を見てこの衣装はすごいと、このままパルダリウムじゃないかというようなことを書いている本でもあるというものになっています。全部で72ページ、これぐらいの厚さになっています。パルダリウム目線という点ではパルダリウムのためのヒント、ここでは雨季、雲霧林、渓流などなど環境に関することを書いて、それがパルダリウムを前提にするとこうだねといったようなことが書いてあります。構成としては最初は旅と環境の概要から始まって4つの環境、渓流とジャングルと雲霧林とを解説していて、その後パルダリウムのためのヒントがあって特定データを読み解くためのヒントが結構もりもりで書いてあって、最後は測定データが載っているというふうになっています。ということで最初の環境まで南東スラウェシの渓流まで解説します。旅と環境の概要ですね。ここではスラウェシ島がどういうところで行ったのはどういうルートで雨季に行ったということと、スラウェシの生活が前回のボリューム1とは結構違ったと、想像とだいぶ違ったので驚いたというようなことが書いてあります。で最初は南東スラウェシから中央スラウェシに行くんですけど、南東スラウェシはこの辺ですね。クンダリから車で中央スラウェシに向かいます。ビュンと。で中央スラウェシに行ってまた南東スラウェシに戻ってくるんですね。そして村 E、 ここですね。村 E に行ってまたクンダリに戻って、そこからマカッサル経由でマナドに向かうと。なのでほうという旅だったということです。でこの本でキーワードにしてるのがニッケルと石灰岩なんですよ。だいたい環境は石灰岩の岩盤があるところが結構多いんですね。でそこではどうもニッケルが関係しているっぽくて、そうやってニッケルが関係しているところだと岩がこういう風に青くなるという傾向があるらしいです。でスラウェシ島がなぜ石灰岩の環境が多いかっていうと、サンゴ礁が隆起した島だからだと思います。でこれがニッケル工場なんですけど、今回の旅では環境破壊を結構目の当たりにしたんですよね。そういったことが書いてあって、これも環境を考える上で
重要ですよね。そしてジメジメ植物を育てたり買ったりしているんだったら、背後にはこういう環境破壊のようなものがあるっていうのは押さえておきたいところです。移動の途中では湿地のようなところ、ちょっとした水たまりみたいなところや川から水が流れてくるところなんですけど、ジャングル内ではないところで水草を見たり、あとジャングル内でヤスデを見たり、移動途中でスコールがすごかったり、あとは鍾乳洞みたいなところを見たりというようなことが書いてあります。で、北スラウェシではもう念願だったんですけど、雲霧林に行ったんですね。雲霧林のこの逆光がすごくてですね、太陽の方向を見ると霧が出ているので、それと相まってキラッキラになるんですね。それに感動した話、あとは観光もしたんですけど、この雲霧林の山はこっちの方なんですけど、それを一望できるところに行って、ここすっごい雲が速く流れてるんですね。雲が山に当たって雨が降るというような、そういう環境を俯瞰して眺めるというような体験もできましたというようなことが書いてあります。実際の環境を見ていきましょう。まず最初に行ったのが南東スラウェシの渓流ですね。南東スラウェシ、クンダリから中央スラウェシに向かう途中にある渓流なんですけど、まずこれですよね。これなんだよって、ここ水が流れていて、ここ渓流なんですよ。で、渓流で全部これ岩なんですけど、岩が段々になってるんですね。なんで段々になってるかっていうと、これは石灰岩で長年水の流れでおそらく削れて綺麗に段々になってるんですね。なのでここに入った時に、なんだこれ、カリマンタン島で見た渓流と全く違うじゃないかというので驚きました。で、これがスラウェシのジャングルというかジメジメ環境を象徴しているかのようなものですね。他の環境でもこういうところが見られます。で、スラウェシ島に行って最初に見たジメジメ系は実はこのネペンテスなんですけど、その後に最初に見たのがアロカシアじゃないかと思われる里芋科なんですけど、雨季に行ったのでここ水にちょっと浸かってるんですね。この落ち葉は全部水の中なんですけど、アロカシアが水没していると。これはびっくりしました。その後ピペルとかスラウェシでは至る所で、これあそこでも見たっていう被っている植物があるんですけど、これも代表ですね。まだ同定できてないんですけど、この植物がよく見られました。他の環境でも見ます。あとはスキンダプサスがとにかく多かったですね。多分 4,5 回見てます。で、最初に度肝を抜かれるのがこのペペロミアなんですけど、これ見るとですね、結構テカテカキラキラしてるのがわかるんですけど、ペペロミアがこの石灰岩と思われる岩盤に生えているんですね。で、これはアスプレニウム、この辺にペペロミア、これでっかい岩盤なんですけど、ペペロミアって南米だけじゃないんだと、南米だけだと思ってたんですけど、そしてこの本の特徴である植物だけじゃなくて、そこ土はどうなってるんだというようなことを知りたいので、パルダリウムをやっていると、このペペロミアを取った後、ここがどうなっているか見ると。岩盤なんだけど、ペペロミアを取ってみると土がいっぱいかぶっていて、黒土みたいなものですね。いわゆる腐植ですね。その上に生えていると。この岩盤と腐植っていうのもこの本で何回も出てきます。で、この渓流を見た後、この岩盤に遭遇して、その後ですね、この岩盤の裏側からここをこう登っていって上流に向かうんですけど、この途中で枯れた渓流に遭遇するんです。枯れた渓流はこんな感じなんですけど、ここ昔水が流れてたはずなんです。こういう感じでなんですけど、水がなくなってるんですね。で、雨季なのに、雨季の始まりですけど水が流れてないんですよ。ということで、多分流れが変わって、予想としては上流の方を切り開くか何かしてしまった影響で、
こに水が流れなくなったんじゃないかと思うんですけど、この枯れた渓流がですね古代遺跡みたいで、ここの岩は先ほど話したニッケルの影響でちょっと青くなってるんですよ。これが分かりやすいんですけど、こんな感じで青くなっているので古代遺跡っぽい感じなんですよ。でこれはびっくりしましたね。でこう枯れちゃってるのでジメジメ系生えてないんじゃないかと思うんですけど、それがこの辺で、実はこの辺、このピペルとかこのバードウィングって呼ばれてるシダなんかはこの枯れた渓流のこの辺とかに生えてたんですね。なので意外と湿度が高いはずっていう謎のゾーンを通って上流に行くんですけど、上流に行くとまた渓流とは言えないぐらいのゆっくりの水の流れなんですけど、そこにいろんな植物が生えている。一番びっくりしたのは他の動画でも出しましたけど、このピペルの水没ですね。これはなかなかびっくりしました。あとは上流の脇の方、陸地の方では水が流れてないところではアグラオネマが生えたり、あとアロカシアっぽいものも生えてたりで、この辺環境がいいのか苔が結構多かったんですよね。湿度が通年高そうです。この渓流だけでもこの下の段々がある通常の渓流と、その後にペペロミアの岩盤で、岩盤を越えていく途中に枯れた渓流があって、上流に行くとまた水が溜まったジャングル内みたいなところがあると。でそういうところはどうもニッケルが関係しているっぽくて、なんかデコボコに平らになっている岩が見られる。でこのパターンかこのパターンが見られるということで、最初の渓流だけでもすっごいバリエーションがあるということで度肝を抜かれました。なんですけど、例えばこれ植物だけで見ていくと、何かすっごい派手な植物があるかというと、そんなこともない。なんですけど環境としてはすごく多様で面白い植物が生えていると。そんな感じで南東スラウェシの渓流だけでもかなり面白いと思います。で例えばスラウェシはじゃあ派手な植物がないのかというと、実は初めて見たド派手なとまではいかないんですけど、派手めなベゴニアが次の環境では生えていたりして、この環境はどうなっているのか、岩盤の土みたいなところを剥がしてみた解説といったようなものが載っています。で測定データなんですけど、このペペロミアの岩盤は細かく12344つもデータが取ってあって、3番となっているので、これですね、南東スラヴェシの渓流ペペロミアの岩盤、ここはこういうスペクトルデータになっていて、ルックスはなんと559なのでめっちゃ暗いですね。で湿度は 83%、82%、温度は 28.9 と 29.1 なので結構高いですね。そんなわけでこういう風に環境を読み解いていける本になっています。